いろいろ見てると、長期で考えられてる人の方が全部うまくいってるんですよ。だから僕が思ってたのは、みんなが遊んでる時に頑張って働こうと。本日もお願いいたします。はい、お願いします。今回20代のうちにしておくべきことについてインタビューさせていただければと思いますので、お願いいたします。はい。モンジ社長が10代、20代とかにどういう行動であったり、意識とか考え方で過ごされてきたのかっていうところについてお伺いしたいんですけど。基本仕事ばっかりでしたけどね。なるほど。例えば高校生だ、大学生だとか、戻りたいとか、もっと遊びたかったとかって言いますけど、僕は結構本当にずっと働いてたんですけど、10代に戻りたいとか、学校生活もっとエンジョイしたかったとか、一切なくてですね、後悔全くしてないんで、そういう人の気持ちがごめんなさい、わかんないでした。特に後悔とかはされてないということですよ。一切してないですね。はい。じゃあ今実際モンジ社長がどういう普段思考回路で過ごされてるのかなっていうのが気になるんですけど。常に仕事のことは考えてますよね。で、こういうこと言うと、って言われますけど、仕事のことというかもっと紐解いていくと、例えば飲食店に入るじゃないですか。はい、もうね、癖なんですよね。なんでかっつうと、このお店はこの時間にこのぐらいお客様が入ってて、この広さで席数が何席あって、メニュー見ると単価がこれぐらいだから、客単価これぐらいで、多分何人ぐらい来て、多分この店の売り上げいくらぐらいじゃないかなとか、家賃が多分ここの場所で坪数これぐらいだから、いくらぐらいかなとか、考えちゃうんですよ。もう一つ面白いのはやっぱりその家族とかで休みの日に、例えばじゃあ買い物行きますという話になった時も、IKEA とかもすごい行くのが好きなんですよね。で僕ら引っ越し業者なんで、どういう家具があるかとか、どういう風に売ってるかとか、なんでみんな IKEA の家具持ってるのかとかって結構考えちゃったりしながら、IKEA かわすのうまいなみたいなね。もっと具体的に言うとだからマーケティングの手法があって、ああいう立地とかブランディングとか店の中の動線とか倉庫から自分で物取らせるオペレーションとかうまいなと思ったりとかして、プライベート行ってても結局役立ちそうなこととか考えちゃうんですよね。でも疑問を持つとかなぜだと考えるとかっていうのは常にプライベートとか仕事関係なく、僕は結構思考の癖としてはそういうのを持っていて、背景を知りたくなるというか理由を知りたいというか、こういうことを考えてるとパッてうちもこうすりゃいいんじゃねえのみたいな、こうやったらうまくいくんじゃないのって遊びの時も、なんで人はこんなことに夢中になれるんだと会社でも行くんですけど、もしあなたがこの細い棒を持ってこんなちっちゃい球をとりあえず打って、こういうちっちゃい穴が先にあるから入れてこいと、お前18回終わるまで入れてこいよと言われたら絶対なるんですよ。でもそこに休みの時間とお金を使って行く人がいっぱいいて、ゴルフですよね。で、おしゃれもそうだし、スコアキーピングみたいな話もそうだし、他人と比べるのももちろんしますけど、自分の上達が目に見えて数値化されてとか、仕組みがあって、あれがお金を払って時間を使って夢中になれるスポーツとかになったりするわけじゃないですか。なんでなんだろうな、みたいな考えたりとか。でも仕事以外のプライベートもやっぱ安定な発展過ごしていて、日常の中で自分の仕事につながることがたくさん転がってると思うので、それをうまく拾い上げて仕事につなげていくみたいな考え方。そうですね。でもっと言うと仕事だけじゃなくて、やっぱ自分の人生においてもすごい役に立つなと思った。海外旅行行ってもそうですよね。物価が高い安いとか、円安だ円高だとかってなるけど、よく考えていくとなんで円安だ円高って発生するのみたいなとか、なんでこんな物価安いのとか、この人たちみんないくら稼いでるのとか、どういう経済の仕組みになってるの構造になってるのとかって考えると、やっぱり自分の知識が広がるし、情報ってすごいありふれてますけど、真偽性っていう意味では分かんないと思うんですよね。ある程度自分で理解したりとか考えて学んで、それが多分自分の中で知識になって、で、あとは知識持ってるだけも大事なんですけど、さらに行動して経験するとよりいいものになっていくというか、これをどれだけできるかみたいなのが、やっぱり自分の豊かさにもすごいつながると思うので、常にやっぱり何か疑問を持ったりとか、なぜだって考える思考の癖が自分はあって、強いて言うならそういうのを、ただ楽しいとかって言ってるわけじゃなくて、楽しいんだけど、いや、俺めんどくさいやつだな。なんで楽しいんだ俺はとか考えちゃうんですよ。こういうなぜなぜ思考みたいなのは、生きる上とか仕事の上では役に立つんじゃないかなと思いますよね。確かにやっぱなぜなぜ思考非常に重要っていうのも結構聞いたりはするので、ここから考えることでヒントが生まれて解決策とかにつながる可能性もあると思うので、非常に重要だなっていうところはそうですね。確かに思いますね。だから逆を言うと、考えない癖をつけちゃいけないと思ってて、やっぱ考える癖っていうのはそういうことですよね。考えなくなっちゃうと、言われたことやってればいいよっていう、それ一番楽じゃないですか。だから楽な方に逃げちゃうと、やっぱ自分で考える癖なくなって、どうせ自分で考えたってとか、言われたことだけやってればいいんでしょみたいな。
右、左、はい、わかりましたってなっちゃうと、絶対そういう人はやっぱ仕事で成果出せないから、考える癖をつける、考えない癖は絶対つけないみたいな。これが多分意識しといた方がいいんじゃないかなと。今、その20代の人たち、社会人1年目、2年目とか、その大学生とか含めて、多分何気なく過ごしてる人とかいると思うんですけど、そういった人たちもやっぱ含めてやっぱ常に考えて、自分の将来とかを見据えて、じゃあ今何するべきなんだろう。考えて行動に移すっていうことが大事ですかね。そうですね。さっき癖って言ってましたけど、やっぱもう一つ言った習慣。習慣はどっちかっていうと、思考というよりかやっぱり行動習慣の方がなんかイメージ強いと思うんで、例えばですけど夏休み学校に行かなくていいから朝何時に起きてもいいよって言ったらもう何時まででも寝てるとかなるじゃないですか。それ30日続けたら9月から学校始まって朝起きれないんですよ。起きるの辛いじゃないですか。これを仕事に当てはめてみるとダメですよね。確かに。夏休みだけじゃなくて人生のスパンで考えた時に遊ぶ習慣がつきすぎちゃって、例えば毎日がこうやったらワイワイ騒ぎに行って遊んでるって毎日やってると、これサラリーマンって多分治んないんですよ。で逆に治そうと思っても苦痛になるんで我慢できなくなったりとかあるじゃないですか。でも本当は社会人になってからがスタートなのに人生の。そこでもう遊ぶ習慣ついちゃってるんですよ。その遊びがもし仕事につながるものとか自分の人生ですごい豊かにつながる何か長期的な展望があるんだっていいんですけど、結構みんな目の前の楽しいことに流されがちで、やっぱり若い時はどうしてもそんなね先のこと考えられないよって言いながら時間軸、短期軸でしか考えられない人が多いんですよね。やっぱいろいろ見てるとやっぱ長期で考えられてる人の方が結果後からどう見たって全部うまくいってるんですよ。かといってじゃあ考えられないよっていう人もいるんですけど、でもやっぱなるべく考えようとする努力をしていると、やっぱおぼろげながらでもせめて10年後どうなりたいか5年後どうなりたいかと計算していくと、やっぱ今ここで遊ぶのが正しいのかみたいな。受験と一緒ですよね。目の前の誘惑に負けるような習慣はやめた方がいいです。必ずやるんだこの習慣はみたいに決めるんだったらちゃんと行動として実行していってちゃんと習慣にしてこの習慣を崩さないようにするっていうことはしとかないと遊ぶことが習慣になっちゃう。一度作り上げた習慣を変えるのって非常に大変ですもんね。なかなか変えられないので、しっかり将来見据えた上での習慣にしていくか多分重要かなと思いますね。社会人になっていくと、20代の時はまだ遊ぶ習慣があったとしても、遊ぶ友達まだ周りにいたりとかするんで、いいじゃないですか。30超えてくると、毎日遊ぶ友達がいなくなるね。女子で結婚した子供が生まれたとかもそうですし、仕事でこれ頑張りたいから、今すごい大きなプロジェクトでこうやってんだとか、いろんな話も合わなくなってくるし、遊べる友達も少なくなってくるし、遊ぶ習慣がつきすぎちゃった人は、遊ぶ人がいなくなってくるんで、遊ぶレベルが変わってきちゃうんで、そしたら今度稼げてないから、その遊びについていけないとか、もしくは遊ぶ友達いないから遊べないとか、今後この見てる人たちもそういうのができてない人もいたら、モン社長のようにしっかり考えて将来見据えて習慣化していくような行動が今できたらなと思いますね。していただけたら多分モン社長のように仕事でも成功に近づいていくのかなと思っているので、ぜひこの語っていただいたことを教訓に僕もしていこうかなと思います。僕なんか思ってたのは、10代の時から働いて、それはもうくだらないプライドというかあれですけど、昔とある経営者に10代の時から話した時に、今やっぱ学校行ってなくて、普通に仕事してたら周りよりお金持ってるし、やりたいこともやれるから、逆に今はいいと思うけど、このまま行くと世の中の一般的な感じから言ったら、今一生懸命遊ばずにお金持たずに勉強して、いい学校行っていい会社に入った人と30歳ぐらいでも年収なんかボンと逆転して一生抜けないからねみたいな。って言われたことがあって、最初はそうなのかと思ってたけど、やっぱなるほどこういうこと言ってたんだっていうのはやっぱ大人になるとわかるんで、でもその言葉もやっぱりなんとなくは理解していて、だから僕が思ってたのは、みんなが遊んでる時に頑張って働こうと。でそこでみんなができない経験とか、要は人より逆に学問を勉強しない分、社会勉強を先に失敗して、でみんなが一生懸命働いていく時に遊びたくなったら遊べばいいやって思ってたんですよ。だから20歳ぐらいの時は、今は別にいいと。みんな遊びが楽しいっていうからどんどん遊んでくれと。俺はその間働くからと。で一生懸命働いて、10年後、多分30とかになった時に、こっちは別に言い方悪いですけど、知識もあるし経験もしてるし、お金も別に困ってないし、遊びたい時に遊べるしみたいな状況を30歳ぐらいに別に作ったら、みんながその時に一生懸命、いや働かなきゃダメだお金がないとかって、もっと稼がないとどうしようって言った時に、僕はそういう風に余裕を持って入れることをぼんやりとした目標みたいに持ってたりもしたんで、そういう意味ではさっき言った通り、時間軸的には目の前の楽しいこととか、目の前の誘惑に負けずに、ちょっと先を考えて自分のやってることに納得してたし、そうしようという気概でやってたんで、そうなったっていうだけの話かなと思いますね。
以前からもやっぱ将来見据えて、モンジ社長もしっかりと自分で考えて行動に移して習慣化していったっていうところですね。そうですね。はい。僕の10代、20代と照らし合わせたら、やっぱ運命の差があるなと思ってるんで、今後僕の考え方とか意識とかも変えていけたらと思います。なので、多分参考になった人がすごいいると思うので、非常にありがたいお話、ありがとうございます。っていうところで、今回以上とさせていただければと思いますので、ありがとうございました。はい。続きお願いします。